こんにちは、レイト開発の K です。今回の動画はですね、こちらの、ちょっと長いんですけど、WPL ジャパン鈴木ジムニー JA11 アウトドアラジコン C74。これですね、これの箱から出して走らせるまでっていう風に動画のタイトルはなってると思うんですけど、実際内容としては、その走らせるまでの準備と、あとはその実際に走らせる時の注意点、あとは走らせ終わった後、こんな感じにしておきましょうっていうのをですね、一旦全部お伝えさせていただくっていうような内容で動画にしてます。で、動画の中で時々お伝えすると思うんですけど、ここはちょっと長くなっちゃうんで、また別の動画にしますねっていうところが何点かあると思いますが、それはその通りで、他の動画でいずれですね、おいおい詳しくちょっと深掘りするような感じで別の動画にもしていくという風にしていきたいと思いますので、お願いします。はい。じゃあ、今回ですね、この動画ですが、まず箱から出すっていうところなんで、今もうこれ箱に入ってるんですけど、実際お手元に届いた時、こんな感じで届いてると思います。で、箱を開けるのは普通に開けてください。この辺ですね、こうテープとかで止まってるので、この辺をカッターなり、ハサミなりでこう切って、で、開けると。はい。じゃあ、ここら辺をこう切ってですね、開けていきます。一応こんな感じで、穴開くんで、これでピュッと引っ張り出してもらえばいいかなと思います。で、この中も一緒ですね。ここもこうつまめるようになってるんで、これで引っ張り出すと。で、こっちはもう、こう、プロポが入ってたりとか、いろいろ細かいものが入ってるっていう。これで問題ないかなと思うんですけど、この車体の裏ですね。ちょっと今、すいません、これ、動画回すの忘れて切っちゃったんですけど、このタイラップって言ったり結束バンドって言ったりすると思うんですけど、これでガチガチに結構固めてあるので、ここを多分ニッパーでパチパチ切ってもらうのが一番楽なんですけど、ニッパーちょっとすぐに見つからないとか、ないよっていう場合は、ちょっと強めのハサミでパチパチ切ってもらえばいいと思うんですけど、ここを切っていきます。あとこの辺、こう引っこ抜いていけば、外れると思いますので、この辺ですね、こう外してもらって、ちょっとこの真ん中の2本はあんまりスルスルじゃなかったです。その場合はもう引っかかってるところ全部外しちゃって、そうするとポコッと取れると思います。こんな感じで、箱から取り出してください。あとこの辺は慌てずゆっくり取り除いてもらって、はい、こんな感じですね。で、ここに傷防止のフィルムが貼ってあると思うんですけど、これはですね、良きタイミングで剥がしてもらえればいいと思います。ちょっと一旦このままにしますけど、シール貼る人はシール貼ったりとか、あと、小物類か、ミラーとか、その辺取り付けるときに、多分、こう、剥がさずに、例えばひっくり返しておくとか、そういう作業もあると思いますので、すぐに外さずに、良きタイミングで、このフィルムですね、剥がしてもらえばいいと思います。はい、じゃあまずはですね、取説が入ってたと思うので、もう本当にこれ、当たり前の話でもありますし、大前提の話としてですね、これは各自皆さんですね、ちゃんと全部読んで、特に最初の注意事項、最後の方にも注意事項あるんですけど、このあたりしっかり読んでいただいて、もちろんその間もですよ、全部しっかり読んでいただいて、で、この動画も見ていただきながら、使い方ですね、しっかり守っていただいて、とにかく安全に遊んでいただくようにお願いします。で、最初はやっぱりここですかね。この、内容物、セット内容ですね。ここに記載がありますので、これをしっかり確認していただいて、まずないとは思うんですけど、万が一何かが足りないとか、何か、不具合というか、本当にごく稀になんですけど、今までの例で言うと、ミラー、サイドミラーですね。ここにつけるサイドミラーが、両方左でしたみたいな。ちょっと、すいません。笑っちゃいけないんですけど、そういう、すいませんっていうことがあったりしたことは事実ありますので、本当に稀ですけど、そういったようなことがあったらですね、こちら、問い合わせ窓口、しっかり記載してありますので、こちらから問い合わせをしていただいて、ご相談いただいてですね、もちろん、しっかり対応はさせていただきますので、万が一そういうことがあったらご連絡いただければと思います。はい、じゃあここから、走行前の準備ですね、をいろいろこうしていきたいと思うんですけれども、まずは走行用バッテリーの充電をしながらいろんな準備を進めるっていうのがいいんじゃないかなと思います。なので、
ここに送信機、プロップありますけど、ちょっとこの辺は一旦置いといて、車体の中に、これちょっと、どのロットかによって変更の可能性はあるんですけど、この車体の中にバッテリーが入っている場合は、ここですね、ここを押すと、ちょっと説明難しいんですけど、なんか、こう爪があるんですよね、ここに。これをグッと倒すっていうよりは、押し込んでください。そうすると開くので、こんな感じですね。この爪をグッとこう押してあげると、ちょっともう一回やってみましょうか。この爪をこう倒すんじゃないかっていうような形してるんですけど、倒すんじゃなくて、こうグッと押す感じ。そうすると、パカッと開きますので、で、ここを開けていただいて、で、ここから走行用バッテリーを取り出してください。で、この車体の中に入っていない場合、こういう袋かなんかで別で入っているという形になりますので、そちらの方を確認してください。じゃあ、充電用の USB、これですね。これがこの袋に入ってるんで、ちょっと他の細かいパーツなくさないように注意しながら、これを出してもらって、で、今までの WPL のラジコン知っている人は、あれと思うかもしれないんですけど、今回のジムニーからですね、ちょっとこれまた別の動画で詳しくやろうかなと思っているんですが、バッテリーがですね、実は仕様変更になりました。もうちょっと先が良かったなって正直思ってるんですけど、ちょっといろいろな都合でですね、工場さんの方との相談の上っていう形にはなるんですが、仕様変更になりました。ちょっと今までのものを使えないじゃんっていうのがあると思うんですけど、一応それができるように今回コネクタ用意してますので、それ同梱してます。で、それは後で説明しますが、一旦ですね、これ、もうコネクタ、今までのやつ2個なんですけど、今回1個しかないんで、もうここにこうつなげていただいて、しっかり爪が引っかかったかっていう、しっかり奥まで差し込むことができたかっていうのを確認した上で、これをですね、USB の電源が取れる USB ジャックに、挿してください。ちょっと今画面内に持ってこれる USB ジャックがないことに気づいたんで、ちょっと画面外でつなげちゃうんですけど、これをですね、差し込むと、ここに赤い LED のパイロットランプがついてて、それが赤くピカッと光るんで、それが点灯中は充電中。で、消えたら充電完了という動きに、そういう仕様になってます。じゃあちょっとすいません。動画ちょっと映せないんで、画面外でやっちゃいますけど、まあ大丈夫ですよね。こうつなげて USB に挿すと。で、LED が赤く光るんで、消えたら完了。まあ、それだけですね。はい、じゃあ今ちょっと挿してきました。で、充電中なんですけど、まあ、結構よくいただくご質問で、だいたいどれぐらいで充電完了になりますかっていうのがあるんですけど、やはりバッテリーの残量にもよるっていうところが大きいんですけれども、だいたいまあ3、40分で終わると思っておいていただければいいと思います。もちろん残量が結構あったよという場合は10分、20分で終わることもありますよというような感じになります。ちょっとちょうど話に上がったんで、今回の同梱物の中にこんなコネクタが入ってるんですよ。で、これがちょっと今回バッテリーの仕様変更があった中で、今までのバッテリーを結構いくつか持ってるんだけどっていう方にちょっと申し訳ないなと思ったんで、急遽と言いますか、こういったものをですね、本家 WPL さんにお願いして付属してもらったんですけど、こういうやつ。これが今までのバッテリー、走行用バッテリーをこの新しいジムに使えるものになります。ちょっとやってみますね。はい、これが今までのやつ。コネクタがこう2個ついてるやつですね。黒いコネクタと白いコネクタがついてるやつ。これを、当然充電しますと。今まで通りもう持ってる方はご存知だと思うんですけど、この白いコネクタを使って充電する。で、走行するときはこの黒いコネクタを挿すんですけど、この黒いコネクタの方を、この、変換用のアダプターですね。この変換のコネクタに、これをこう挿していただいて、こちらの車体のコネクタに、これをこう挿していただけば使えますよと。今までのバッテリーも使えますよというふうにさせていただいてます。はい。では、ここから走行前の準備の一つとして、各パーツのもうミラーとかドアノブとか、この辺がついていませんので、この辺の取り付けをしていきたいんですが、それにあたって必要な工具類ですね。それが、まず、プラスドライバーと、で、いつもだったらニッパーって言いたいんですけど、今回ほとんどというか全くかな。全くランナーから切り離すみたいな作業はないはずなんで、これなくても大丈夫だと思います。ただラジコンいじりにはやっぱりあった方がいいと思うんで、いずれ揃えていただくといいんじゃないかなと思うんですけど、ニッパ
ニッパーはいらないかもしれないです。あと、カッター。これも多分あった方がいいです。ちょっと今回もこれ使わないかもしれないですけど、やっぱり、ラジコンライフ的にはあった方がいいと思いますので、ありますよね。家に1個ぐらい。カッター。あとは、ハサミ。これはですね、結構必須。ハサミと、あと、これ、ピンセットですね。ちょっとこれぜひあった方がいいです。シールが結構細かいやつが多くって、で、また別の動画でこれもやるんですけど、WPL のシールって結構すごい強力で貼り付けた後全然剥がれないんで、それがいい点でもあるんですけど、一回貼り間違えた時にもう剥がせないと思った方がいいぐらい結構剥がれないので、ピンセットでこう慎重に間違いなく作業したいっていうのがありますので、ピンセットですね。この辺があるといいんじゃないかなと思います。ちなみにこの袋の中に、これもちょっと別の動画で前お話ししたことあると思うんですけど、こういうですね、可愛いドライバーが入ってるんですよ。これは頼りにしないでください。一応なんとか使えないことはないですけども、本当におまけ程度っていう感じなんで、もうどうしてもこれしかないときはこれで頑張るぐらい。そういう感じのものなんで、しっかりとしたドライバーですね。うち、デューロっていうブランドの、展開してまして、このデューロブランドの中で、こういうかっちょいいドライバーありますので、よかったらこれもぜひ、めちゃめちゃ結構これ使いやすくて、実際結構ご好評もいただいてますので、よかったらこういった、これじゃなくてもいいですけどね、ある程度しっかりしたドライバー、用意していただくといいのかなと。一応プラスの1とか PH1 っていうサイズ。これが、WPL でよく使うサイズなんですけど、小さめのドライバーっていう感じです。このプラスドライバーあった方がいいかなと思います。はい、じゃあ取説で言うとここですよね。これ見ながら、各パーツを取り付けていただくんですけど、じゃあ、まず、ドアノブからいきましょうか。これ結構意外と難しい場合があって、そうそう、これ、今回の動画ではやらないんですが、カスタムペイント、自分で塗るよっていう方は、もちろん、自分で塗られるぐらいの方だったら分かってらっしゃると思うんですけど、こういうパーツ類、取り付けるっていうより、むしろ分解して塗るんで、これは後で、塗った後にやりますが、今回とりあえず塗装なしでどんどんつけていきます。で、これはちょっとうまくはまったんでいいんですけど、こんな感じでこれはめてもらって、で、ちょっとはめづらい場合は、この表からギューってやるだけじゃなくて、ちょっとめくってもらうとこう指入るんで、こんな感じで。今、この辺まで指来てます。で、こうグーッと押し込んでもらって、こんな感じで、こうはめてもらって、これで取り付け完了っていう感じなんですけど、ちょっとこっち側でやってみようかな。こっち側で、これたまにきつけて入らないかったり、あと最初にこう入れ込む時の向きがちょっと違っちゃったりしてると、それでこの頭がちょっと潰れちゃって、それでこういくら押し込んでも入らないっていう状況になっちゃう場合があるので、いずれにしてもなかなか入らないっていう場合に、実はさっきこれダメっすわみたいに言っちゃったんですけど、このドライバーが意外と良くて、これでこの穴をですね、ちょっとホジホジしてください。こうやってグリグリグリみたいな。これがなぜかちょうど結構こう広げるのにちょうどいいんですよ。もちろんこのためにあるんじゃないんですけど。で、そうするとこれが入りやすくなりますが、当然やりすぎるとスカスカになっちゃうんで、それは気をつけてください。あと一応向きですね。向きがちょっと画面で分かりづらいと思うんですけど、車のドアノブってこう下から手入れてガチャって開けますよね。それを想像してもらうと分かると思うんですけど、これ下ちょっと斜めに開いてるんですよ。その開いてる方を下にします。で、さっきちょっとこじったんで入りやすいですね。こうパチパチと。これでこうドアノブがつきましたと。で、ここも同じドアノブです。同じパーツなんで、ちょっとほじほじほじってして、なんかちょうどいいんですよね、これ。特に塗装した場合にきつくなることが多いんですけど、その場合も結構このドライバー便利なんで、むしろそのために僕ちょっと何本か取ってあるんですけど、はい、こんな感じでドアノブですね。3箇所つけました。次は、ちょっとこのフィルムまだ外し切らずに、ここですね。ちょっとめくっといて、アンテナつけていきます。ここも
大丈夫だと思うんですけど、場合によってはさっきの付属ドライバーの方でこうほじほじするといいんじゃないかなと思います。で、今度はワイパーですね。ワイパーをつけていきます。ワイパーはこの四角い穴が開いてると思うんで、こことここに、あ、こっち先つけますか。もうこのほくろみたいなやつ、ちっちゃいこの黒い点みたいな、これですね。これをウォッシャー液ノズルですね。これウォッシャー液が JA11 ってここからピューって出るんですけど、それを取り付けていきます。こんな感じ。まあ差し込むだけですね。これつけて、その後にワイパーがっていう順番の方が、まあどっちでもいいっちゃどっちでもいいですけど、多分これ細かいんで、最初につけちゃった方がいいんじゃないかなっていう。ここも、一応穴が四角くなってるんで、あれはめ込みづらい。これもちょっとほじほじしちゃいますか。ちょっとこんな感じで斜めに入れながら、ちょっとグリグリってして。ここ四角くなってるんで、ちょっとその向きも注意しながら入れないと入りづらいんですけど、ちょっとこう見づらいですね。こんな感じで。はい、結構きつめですけど、今、ザクッと入りました。はい、で、こっち側も一緒ですね。こっち側も、まあ、向きをちょっと気をつけながらやれば、一応入るんで、ちょっと向きが違ってると、うわ、なかなか入んないっていう、そういう場合もあると思うんですけど、そういう時は、ちょっと向きに注意して、四角と四角をこう合わせて入れるっていう風にしていただくといいんじゃないかなと思います。で、あとは、吸油口ですね。吸油口。今ちょっと吸油口、あれないと思ったら、このスペアの、このプロペラシャフトのここのパーツ、スペアが入ってるんですけど、そこにしっかりはまってましたね。皆さんの中にもちょっとこういうケースがあるかもしれないんで、ちょっと今、あえてお伝えしたんですけど、ここにいました。これを、まあ、他と一緒ですね。ここにはめ込むと。こんな感じで、OK ですね。で、あと、ミラーとナンバーかな。で、ミラーは、最後にするのがいいと思います。こう、寝かせておいたりすると、ミラーが形状的にですね、ちょっと曲がったり歪んだりしちゃうんで、で、さっきもちょっと言ったと思うんですけど、シールの貼り方自体は別の動画にしますので、ちょっと今回シール貼りません。貼りませんが、このナンバープレートだけ、ここもシールあるんですけどね、ナンバープレートのパーツだけ取り付けます。正直シール貼ってない状態でも結構、それはそれでかっこいいんですけどね。結構形になっちゃうんですけどね。こんな感じで。はい。これで、あとミラーだけか。じゃあそろそろこれ剥がしちゃいます。剥がしちゃって。で、このミラーが意外とちょっと難しかったりするんですが、なんでかっていうと、ここにこう溝があるんですよ。こうミラーの中に。ここに金属製の本当にミラーがあるんで、これ入れるっていう作業があって、これは結構難しいんですよ。で、一旦ちょっとやり方としてはですね、ちょっとやってみますと、この傷防止のフィルム、これがついてるんで、これを剥がすと、ピカピカの面があるんですよ。ピカピカの面が表面、実際に鏡状にもうピカピカになってるんで、これを表にして、で、ここにこうはめ込んでいくんですけど、こう、結局、圧入ですね。グーッと入れるしかないんですけど、結構斜めになっちゃってうまく入らない場合があるので、ちょっとこれは頑張ってはめてもらうしかないんですけど、あまりにもきつい場合は、これも前別の動画でやったかもしれないですが、ペンチとこういう、まあ、何かしらのペンチとティッシュですね。ティッシュをちょっとこう何重かになるように、鼻から血が出た時のに使うぐらいの厚みにしつつ、で反対側もちょっと傷つくのが嫌だなと思うんで、こういう風にして、ここの厚みがあるところをこうペンチでこうグーッと押さえるんですよ。そうすると、まあ、ティッシュをかましてはいるんですけど、こう厚みを持たせた状態になってますので、それでですね、結構グッと入るんで、こんな感じで、こう実際にはめ込もうとして浮いちゃう部分が出てくると思うんですよ。
でそこを、あんまりギューってやると、こっちのパーツ傷めちゃうんで、もちろんそれは注意していただきたいんですけど、これで結構、こう、しっかり四隅がですね、ぐっと入りますので、ちょっとなかなかうまく指だけでつけられないなっていう場合は、今みたいな工夫をしていただくと、うまくいくんじゃないかなと思いますので、一応参考までに。じゃあ一応反対側も、これフィルム剥がす。上下はないですね。これ単純な長方形なんで、上下特にないんですけど、フィルム剥がして、この溝にですね、これを頑張って入れる。でも、なかなか入らないっていう場合に、さっきみたいに、ちょっとこう、厚くしたティッシュでこう、挟んであげて、で、ペンチでギュッと。そうするとなんか、結構感触的にも、中にボコって入る感じがすると思うので、これでこう、入れてあげます。そうすると、ぴったりはまって、こう、なんていうんですかね、こう、なかなか取れない状態になりますので、よければこんな感じで取り付けていただければと思います。で、左右ですね、取り付けていくんですが、これ、形状をよく見ていただくと分かると思うんですけど、こう、鍵状に、爪状になってるんで、これをですね、こうパチッって感じではまるまで、しっかり、奥まで入れて取り付けると。で、ここも、うまく入らないと、こう、なんていうんですかね、ちょっとずれちゃったりすると、ギューってやってもなかなか入らない場合があると思うんですが、一応爪の形よく見て、例えばこう上なら上からお爪をしっかり中に入れて、で、下を、そこをこう追いかけるようにこう入れてもらうみたいな。そうすると、うまくはまるんじゃないかなと思いますので、一応ちょっとこう、向き、ちょっと斜めになったりしてる場合があるので、その場合ちょっとこう、微調整してもらって、こんな感じですかね。で、反対側も一緒です。こう、上の爪を入れる。で、下の爪をグッと入れる。はい、こんな感じですね。これで全部ついたかな。外装パーツ、細かい小物パーツですね。これで全部ついたかと思います。あと、このリーフスプリングの予備だったり、このプロペラシャフトの予備パーツだったりっていうのが入ってると思うんですけど、この辺はですね、何かの時のために大切に取っておいていただければと思います。はい。で、あとは、このシール類、貼りたい方は、ぜひ貼って楽しんでいただければと思うんですが、ちょっとこれはこれで別の動画にします。ちょっとこれはこれでですね、結構長い動画になってしまうので、一応以前、結構古い動画になるんですけど、シールの貼り方っていう動画、やってますので、一旦ですね、概要欄にそのリンクは貼っておきますが、せっかく今回このジムに出ましたので、これはこれで結構シールもですね、ちょっとこれいつまでお付けできるかわからないんですけど、一応、限りはあるもので、このシールですね、今のところお付けしてるんですが、この、いろんな、特にアウトドアですね、に親和性のあるブランドさん、お声掛けさせていただいて、実在するブランドさんですね、のミニチュアステッカーという形で、これ付属してます。で、これは、純正というか、もともと付属してるシールで、これも僕は結構頑張って作ったものなんですけど、これもですね、結構ボリュームがありますので、ジムニー用のシールの貼り方というので、また別で動画を作る予定をしてますので、よかったらですね、そちらまた見てください。はい。じゃあ今回の動画ではちょっとシール貼るっていうのは飛ばして、次に進みたいと思います。はい。じゃあ、本体の準備ができたところで、今度は送信機ですね。ちょっと送信機の説明していきます。送信機袋から出していただくと、ここにネジがあるんで、まずこれを外してください。で、こうプラスドライバーで、小さめのドライバー、プラスドライバー、ちょっとないわっていう場合は、付属のドライバーでも一応回りますので、慎重にですね、ちょっとネジ舐めちゃったりしないように慎重に回していただいて、開けていただいて、で、この辺ちょっと押しながら、こうスライドさせると開きますので、ここに単3電池2本、これは別売りになります。単3電池2本を入れてください。これも単3なら何でも大丈夫ですが、今この
Amazon さん。皆さんのうちにもあるんじゃないですか。Amazon さんなんかで充電式の電池が結構昔に比べればもうだいぶ安く買えますので、やっぱり充電式が便利かなと思いますが、もちろんアルカリとかマンガンでも大丈夫なので、電池ですね、入れていただいて、で、一応スイッチ入れてもらって、こう通電してるかどうかっていうのは、このパイロットランプですね。これが点滅してれば通電して、使える状態にはなってますので、一応それを確認していただいて、で、結構いろんな電池が今売ってて、意外とですね、ここの形状、このプラスの凸の部分、この出てるところ、こう出っ張りがですね、なんていうのかな、この出っ張りがちょっと浅いやつが、たまにですけどね、たまに、なんでこんなに出っ張ってないのみたいなやつとか、あとこのやたらと容量がでかいとこう太いやつがあったりして、うまく入らない場合もありますので、ちょっとそこはご注意いただきたいんですけど、普通の、そんなに容量の大きくない普通のサイズ、容量の大きい充電式の電池って、ちょっと無理して太かったりするんですよ。そうするとここにかなり入れるのがきつくて、でそのせいでこの中でこう、バネが効かなくてですね、ここにバネついてるんですけど、このバネが効かなくて、このプラスがしっかりここに、接触しないとか、あとはプラスのこの凸が、出っ張りが、こう、背が低くて、こうそもそもグーッと押しても、ここが接触しないっていうもの、稀にあるんで、もし、この電池しっかり入れてるのに、こう通電しないっていう場合は、ちょっとそこも、注意して見ていただければと思うんですけど、単3電池2本ですね。普通は、入れて、こう、電源入れたら、こう光りますので、それを確認していただいて、で、さっき外したこうプラスネジ。これは、一応、ちゃんと戻してください。特に小さいお子さんとか、遊んでもらうとき、もちろん親御さん目を離さず見ておいていただきたいんですけど、そういうケースもあると思いますので、そういうとき、こう不意に外れちゃったりっていうのがないようにですね、ここネジで留めておいていただくのがいいと思います。僕なんかはもうすっかり慣れちゃってるんで、正直ここプラスネジつけずにですね、そのまま運用しちゃったりっていうのはしたりはしてますけど、基本的にはこうですね、しっかりつけてもらって、で、一旦オフですね。一旦オフであることを確認しますと。これで、プロポ送信機ですね。こちらの準備は OK。で、今度は車体の方に走行用バッテリーを入れていくんですが、これさっきお伝えした通りですね。こう開けるんですけど、こう上からグッと押すようにするとパチンと開きますので、こんな感じでこう開けてもらって、で、この中に、ここですね、ここをこう開けると、このバッテリーを接続するためのコネクターが中にいますので、ここにこの充電を完了した走行用バッテリーのコネクタをこう挿すんですけど、その前にですね、一応この車体の電源、これがオフになっているかっていうのはしっかり確認して、こうオフになっていると。その状態で接続をしてください。で、コネクタつなげて、ここですね。充電するときと一緒です。しっかり爪がかかるまで、パチッと爪がかかるまで、奥までしっかり差し込んで接続をしますと。で、このコードですね、うまくこう逃がしながら、こう車体の中にこう収めてもらって、で、これですね、蓋をこんな感じでパチンとしっかり閉まるまで、閉じてください。これで、送信機本体準備が完了と。で、ここから電源を入れて遊んでいくんですけど、まず、基本的にはこれ、どんなラジコン、どんな RC カーでも一緒なんですけど、送信機から電源を入れますと。で、電源入れると、こんな感じで、ペアリング待ちの状態になります。で、この点滅してる状態にしてから、この本体ですね、車体の方、こちらの電源を入れます。で、こっちもこう、ライトが点滅して、ペアリング待ち、両方点滅してますね。になります。でこの状態で、ステアリングを左右どちらかにこう動かしてください。そうすると、両方、こう点滅が止まって、点滅から点灯になりますね。これで、こうペアリングが完了っていう状態になります。じゃあちょっと、卓上ではありますが、
これ実際外だったら広い安全な場所でですね、最初動作チェックしていただきたいんですけど、ちょっとこれ動画なんで卓上でちょっと浮かした状態で操作してみますね。まず、スロットル、これスロットルって言うんですけど、このトリガーですね。スロットルトリガーか。このトリガーですね。これを握ると、前進。で、後ろに反対側ですね。握る方と逆に動かすとバック。これ大丈夫ですよね。皆さん多分わかると思うんですけど。で、これステアリングホイールって言うんですけど、これを走らせながら、右に動かすと右旋回。で、左に動かすと左旋回。これはもう触って走らせてみていただければ、これ全然、もう WPL のラジコンはですね、遅いのが自慢って言ってるぐらい遅いんで、安全です。もちろんその代わり、遅い代わり、坂道とかには強いんですけど、全然、ビュンビュン、怖いぐらいスピードが出るとかっていうのは全然ないので、良ければもちろん広い安全な場所でですけど、慣れてない方はですね、最初はその操作に慣れるまで、広いところでこれ動かしてもらえばすぐに、慣れることはできると思いますので、最初はよかったらですね、そんな感じで、練習というか、慣れるっていう風にしていただければと思います。はい。これでペアリングが完了。で、このペアリングなんですけれども、友達同士複数台で遊ぶときは、順番にですね、やっていっていただかないと、あっちこっちでこれのスイッチ入れたり、こっちのスイッチ入れたり、これを動かしてペアリングの操作っていうのをしてると、思わぬペアリングが発生してしまって、あれこれ違うじゃんみたいな。こっちを動かそうとしたのにあっち動いちゃったみたいな。そういったことにも、なったりする可能性はありますので、複数人で遊ばれるときは、ちょっとそこは注意しながら順番にしっかりペアリングの作業をしていただくというふうにしてください。はい。というわけで、ペアリングができましたので、あとは走らせて遊ぶだけといえば遊ぶだけなんですけれども、あともうちょっとだけ、ちょっと動画長くなってきちゃったんで、もうこの説明して、この動画終わりますね。トリム調整と、あとはエンドポイントの、最大値の変更っていうのが、できるようになってますので、その説明なんですけど、まず、トリム調整ですね。トリム調整っていうのは、今、ペアリングしたんで、もう握れば走る。で、もちろんこれ操作すれば、ステアリング操作できるの状態なんですけど、進ませて、もちろんこれ広いところでやる必要があるんですが、広いところで進ませて、まっすぐ走ってるつもり。こっちのステアリングを操作せずに、アクセルだけ、これを握って、走ってる状態の時にですね、まっすぐ進まない場合があるんですよ。で、その場合に微調整する機能がついてまして、それがこのダイヤルです。トリム調整って言って、これをですね、例えば左に曲がっちゃうなっていう時は、このダイヤルを右に時計回りですね。時計回りの方にちょっとだけ調整してみてください。そうすると、今まで左に曲がっていたのが、右に曲がっていくような感じになるので、それでちょうどいいところに調整すると。で、当然、逆の場合もそうですね。右に曲がっちゃうなっていう時は、これを左にちょっと回してみると。それで微調整ができるようになっていますので、それでまっすぐ走るようにしてください。で、これ、WPL に限らず、ほとんどのラジコン、そのような感じではあるんですけれども、このトリム調整っていうのは、基本的には前進するとき、当然メインは前に進むっていうのがメインだと思いますので、前に進むときにまっすぐ調整する。で、バックするときっていうのは、前にはまっすぐ進むのに、バックするときはちょっと曲がっちゃうなっていうことが結構あるんですよ。で、これはそういうものって言ってしまえばそういうものなんですけども、例えば競技ラジコンなんかでも、結構そんな感じです。どうしてもですね、各部に本当に細かなガタっていうのが、ラジコンっていうのはあるんですよ。WPL はちっちゃなガタっていうより結構なガタがあるんですけどね。さすがに数万円以上するような競技ラジコンと比べちゃうと、そりゃガタも各部のガタも結構あるわけですよ。で、そういうものがあるので、まっすぐ進むのを前に進むのにまっすぐに調整しました。で、バックするときはちょっと曲がっちゃいますっていうのは結構そういうものなので、そういう風になってしまった場合もですね、そういうものなんだなっていうので、ご了承いただければと思います。で、続いて、これ、一番上、で、次2番目、この ST、EP って書いてあるんですけど、これがステアリングのエンドポイントのミニとマックスの切り替えなんですけれども、初期値、最初はですね、小さくなってます。で、
この RTR モデル、完成品ですね。この完成品の、場合は、基本的にはミニ。なのでいじらずにですね、そのまま遊んでください。で、じゃあ何のためにこの MAX あるのっていうと、これ一回押すとですね、こうステアリングいっぱいに切ってますよね。これ押しますね。あ、わかりづらい。もう一回押します。これ今ミニ。押しますね。ちょこっと今、もっと切れましたよね。これが最大切れ角の変更になるんですが、当然 MAX って書いてある方がより切れるようになるわけですね。もう一回やってみましょうか。これミニで切ります。MAX。ちょっと切れるようになりましたね。今ちょっと停車状態なんで差が分かりにくいですけど、実際に走らせてみると結構変わります。で、これをノーマル状態はもう基本ミニですっていうのは、何かっていうと、これカスタムできるんですよ。で、カスタムしていく中で、特にメタルアップグレードパーツセットっていうのがあるんですけど、それに変えると切れ角がもう思いっきり上がるんですよ。ちょうど以前の動画で紹介したこれですね。これがまあ、結構カスタムしてある状態のジムニーなんですけど、これちょっと手でやっちゃいますけど、これがですね、こんな感じでかなり切れるようになるんですね。ここがメタルアップグレードパーツセットって言って、まあ実写でいうところのアクスルですね。アクスルとナックル。この辺が、まあ一式メタルパーツになるんですけど、これにすると切れ角がですね、まあ構造上かなり切れるようになるんですよ。で、ノーマルがちょっと電源切って同じように手でやってみましょうか。こう、切ると、さっきの、カスタムしてある車体に比べて切れ角がそんなにないですね。で、このノーマル車両でマックスにしちゃうと、実際やってみましょうか。今これミニです。これでこう回すと、こんな感じで、まあ、正常に動くんですけど、これマックスにしますね。今一回これ押しました。マックスにしました。で、ステアリングを思い切って、駆動させると、こんな感じで、ちょっと構造上の限界を超えちゃうんですよ。なので、カスタムする前はもうミニで基本遊んでください。ただ、ちょっと無理がかかっても、それでももっと切れ角欲しいっていう場合は、これまあ自己責任でお願いしますになっちゃうんですけど、ちょっとその、壊れちゃったりする可能性上がっちゃうんですけど、まあ、ご自身のですね、この、まあ、かなり慣れてる方で、ちょっと今みたいに構造上の限界は分かってるから、まあ、その範疇で切れ角は最大にしつつ、うまく遊ぶよっていうのは、まあ、それはもちろん全然大丈夫なんですけど、基本的には、ここは、ミニに設定した状態で、無理のない範囲で遊んでいただきたいです。で、いずれですね、まあ、もし気が向いて、メタルアップグレードパーツセットを組み込んで、切れ角が上がったよっていう場合には、せっかく構造上のその切れ角の限界が上がってるんで、その場合は、ぜひMAX の方に設定して、もう、キレキレで、切れ角、すごいこう切れる状態で遊んでいただければと思いますので、一応ここはそういうものになってますので、把握しておいていただければなと思います。で、次、このスロットルですね。スロットルの、MAX とミニの切り替え。これはもうわかると思うんですけど、スピードですね。スピードが、最初遅くなってます。で、押すと速くなります。まあ、これも好みによると思いますので、その時々、まあ、シーンに応じてというか、好みに応じてですね、まあ、実際試してみていただいて、自分の遊びやすい方で遊んでいただければと思います。まあ、広いところでスピード出すよっていう場合は MAX。で、例えば、ちょっとこう、岩場みたいなとこを攻めますよと。ゆっくりじっくり行きたいよという時には、ミニの方にしていただくっていうような運用がいいんじゃないかなと思いますが、一応そういう機能になっていますと。はい。じゃあ、今回の動画かなり長くなってしまったので、ちょっと最初にいろいろ説明しますっていう感じで言ったんですけど、ちょっとやってみたら長くなっちゃったんで、今回の動画ですね、以上、ここまでにしますが、引き続きですね、その実際に走らせる時の注意点だったりとか、あとは走らせた後の注意点だったりとか、そのあたりを説明する動画、また別でですね、上げたいと思いますので、ぜひそちらも見ていただければと思います。はい。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。